どうも PDR さんです。ウームがまた炎上してます。今年初のびっくり。正確にはウームゴルフが炎上してますね。ウームゴルフ？次は何？ウーム漫画動画？ウーム漫画は7ヶ月前に諦めたみたい。マジで？それとは対照的にウームゴルフは大成功してました。この炎上はウームゴルフに出演していた中井プロがウームをやめてご報告、ウーム対処の真相を語りますという動画を出して始まりました。で、その動画をまとめますと、12月31日をもってウームを退所。形としては円満退社となったと言ってましたが、本当は円満だったら退所しないと。苦しい3年間だった。視聴者にゴルフの楽しさを伝える喜びはずっとあったが、苦しいことの方が多かったという。もともと YouTube を始めようと思ってた時にウームから声がかかった。ウームのゴルフに対する熱い思いを聞いて一緒にウームゴルフをやることを決意。ウームの社長の鎌田さんが、ウームゴルフ失敗したら俺社長辞めるくらいの気持ちでいるんですよって言ってたらしいんですけど、嘘つけ。ウームは相当な赤字を作ってウームゴルフを開設したそう。赤字を返すのに少なくとも5年はかかると言われたらしいです。ガクさんは固定給をもらってた。赤字を覚悟の上でチャンネルを立ち上げたウームの熱い思いに応えるべくガクさんもすごい頑張った。ウームは返すのに5年はかかると言われてた借金を2年弱で返したそうです。ガクさんがそれを知ったのは3年目で、ウームから知ったわけではなく、ニュースサイトか動画かなんかで知ったそうです。そこで違和感を覚える。別にガクさんの借金じゃないし、ウームはそんなことを教える義務はないってちょっと思ってたんですけど、よく考えてみたら、いや、こんなに借金あるんすよって教えたんだったら、ガクさん、借金返済できました。ガクさんとみんなが頑張ってくれたおかげです。今後もよろしくお願いします。って別に思ってなくても、そんぐらい言ってもよかったんじゃね？黒字だと聞いて、ガクさんはウームに自分の価値はどんなもんなのかと聞く。ウームはガクさんが出てる動画の260本の合計再生数が6500万再生ぐらいだという。1本平均25万再生ってことですよね。ガクさんだけが出演してて、全部ガクさんのおかげで25万再生いってるわけじゃないんですけど、それでも普通にいい数字じゃないですか？ YouTube のことよく知らないガクさんは、それどうなんですかと聞く。一番出てる人だから当たり前でしょ？で、この話は終わったそうです。なるほど。この人固定給上げてくれって言いそうな雰囲気だから、いや、そんなの当たり前の数字だから。で、話を潰す作戦ですね。給料は変わらんし、すごい頑張ってるのに何も褒められないし、モヤモヤは増すばかり。中井プロは福ちゃんタイプの人間なんですね。もっと褒めてくれ。福ちゃんみたいに鎌田さんに、ふわちゃーってやればよかったのにね。お金のことを考えずにいろいろ我慢して、それでも続けた自分はバカだったとガクさんも認める。でもガクさんはそういうお金の話をさせてくれない空気感があったと言ってました。いやでもガクさん生活もあるし、すごい頑張ってるんだからそこは言おうよと言いたいところなんですけど、PDR さんの経験上確かにそういう話できない空気感あります。あと、何か言いたいことあれば気にせずバンバン言ってくれっていう事務所あるんですけど、それの本当の意味は、不満以外のことは気にせずバンバン言ってくれっていう意味なんですよ。で、気にせずに不満を言うと、そうかわかったと言われて干されます。ウームはわからないですよ。でもそういう空気感があったってことは、中井さんがもし何かを言ってたら、中井さんの立場が悪くなってた可能性もあったんじゃないですかね。専属マネジメント契約をしたが3年間マネージャーはついていなかった。何のための専属マネジメント契約だよ。3年間で案件は1、2回。PDR さんよりはいいですね。ウームと契約するとき、ガクさんがもうすでに契約していたスポンサーの契約金の一部をよこせと言われたそうです。そのスポンサーは別にウームが取ってきたやつじゃないんでしょ？WWE 並みに鬼畜だな、ウーム。だったらマネージャーをつけてくれ。そんな余裕はありません。絶対嘘でしょ、それ。いや、それはないだろう。わかりました。じゃあそのお金はいらないんで、その代わり今後は動画のアドセンスや企業案件の収入を放棄してください。その時点でもう契約やめた方が良かったんじゃない？中井さんはウームゴルフがまだ赤字だと思ってたから気を使ったんだよ。それでも。多くのゴルフメディアはウームを敵対視していた。ウームと関わっているから中井さんはいくつかの仕事を失った。固定給はもらったものの3年間で収入は落ちるばかり。固定給はもらえる。でもウームのせいで仕事が減る。案件全然増えない。ウームゴルフの増える広告収入と案件からはお金もらえない。
UM のニュースリリースによると、1年ごとの契約更新って書いてあったんですけど、もっと早くやめてもよかったんじゃないですかね。それともあれですか、ガクさんも PDR さんと一緒でド M なんですか？その話をUM にしても、UM はいろんなところから妬まれてるからな、あははって終わったそうです。いやー、UM さんなんで妬まれてるんですかね？ピエンピエン。クリエイターを大事にしたい会社なのに全然大事にされていないと感じた。ガクさん違うんですよ。UM はクリエイターを大事にしたい会社ではなく、一部のトップクリエイターを大事にしたい会社です。会社だから利益を上げたいのはわかる。でもチャンネルでは案件動画ばっか。自分の理想からどんどん遠ざかっていき、やめることを決意。そして自分のチャンネルを始める。いろいろひどいと思うんですけど、UM ゴルフって別に中井プロのチャンネルじゃないし、契約は書いてるから文句言うなよっていう人が結構出てきてもあんまり驚きはしないですね。すごい熱いこと語って中井さんをスカウトしたのにいろいろ対応ひどくね？ビジネスは冷てえもんなんだよ。いやでも YouTube 事務所って基本的にホラ吹きだから、ホラ吹き入ってほしい、もしくはやめてほしくないから、いろいろと一緒にやりたいことを大きく語るけど結局ほとんどやらないっていう。PDR さんが最初に入った事務所は YouTube スペースでマックルモアを呼んで PDR さんとミーメイ氏の結婚式をやりたいとかって言ってたんですよ。でも結局その話は自然消滅。YouTube スペースで結婚式？なんかどっかで聞いたことあるような。事務所を辞めた後にそのネタを別の YouTuber でリサイクルしたんですけど当時はちょっとイラッとしたんですけど、今思えばやらなくてよかったですね。で、話ちょっとそれたんですけど、UM さん、中井さんにいつも頑張ってくれてありがとうございますと感謝の気持ちを述べてボーナスかなんかあげたらこんなことにはならなかったんじゃないかもね。で、UM このこと無視するかなと思ったら、当社運営チャンネル UM ゴルフに関する事実に反する情報について、昨日2021年1月5日以降、当社運営チャンネル UM ゴルフに出演した人物により UM ゴルフとの関係について事実に反した内容が発信されております。ブラ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 。当社は発信されたご本人にも連絡取るとともに法的措置も含め検討してまいります。お得意の圧力でございますね。ブラ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 。今後も UM ゴルフを応援くださいますようお願い申し上げます。それで、具体的にどこが事実に反する情報なんだよっていう声が多かったからかわからないですけど、ニュースリリースパート2。追加のご説明。当社運営チャンネル UM ゴルフに出演していた中井学士により発信された内容が事実に反することをお知らせいたしました。今回は名指しで来ましたね。その後も SNS だ中井氏は動画において当社との契約に関して本来支払われるべき対価が支払われていなかったかのような印象を与える発信をされていますが、事実と異なります。そういう印象は受けなかったんですけど、どっちかっていうと、チャンネルが成功したからもうちょっと僕の頑張りを評価してほしかったなという風に個人的に聞こえたんですけど、UM さんの言い方だと、中井さんが、おいUM、契約と話が違うやないか。ちゃんと契約に書いてある金払えやみたいなことを言ったように聞こえるんですけど、どっちが事実と異なる発言してるんだよ。当社と中井氏との契約は定めた動画に出演する業務を委託することを内容とするものとして固定額をお支払いしておりました。いや知ってるよそれ。中井さん動画で言ってたもん。上記の対価に加えてチャンネルの黒字化を条件にチャンネル登録者数または動画再生回数に応じた対価を支払うことを合意した事実は一切ありません。いやだから中井さんそんなこと動画で言ってないよ。当社は動画の制作費や宣伝広告費等一切の費用を負担することで当社運営チャンネル UM ゴルフのビジネス上のリスクを負担しております。このような中でチャンネル運営ビジネスのリスクを負担しない立場にあった中井氏が契約期間満了後突如してチャンネル登録者数または動画再生回数に応じて対価を受け取るのが当然であるかのごとく発言。さらには一方的に当社が不当な取り扱いを押しかけたかのような発言をされていることは極めて心外です。何が極めて心外ですだよ。そんなことが当然であるかのごとく言ってねえから。頑張りをちょっと評価してほしかったのにその言い方ひどくね。こういうことするから妬まれるんだよ。こういうことするからみんなやめてくんだよ。こういうことするから YouTube Japan のガンだって言われるんだよ。また中井氏は当社との当初契約の際、中井氏が以前から契約されていたスポンサーとの契約金の一部を当社から不当に要求されたかのような発言をされていますが、契約上も
契約前の各スポンサーとの契約金に関することは規定しておりません。我々が知りたいのは、中井さんのスポンサーのお金を要求したのか、要求してないのかです。そして中井氏へのウームゴルフ以外の出演依頼や寄稿依頼等につき、当社がフィーをいただいた事実もありません。そもそも中井さんはウームが何かフィーを取ったとか言ってないじゃん。取ろうとしたって言ってるんだ。話をずらすな。さらに当社は中井氏との間で合意されたマネジメント業務については適宜当社従業員において行っており、その点においても何らの不当な取り扱いをした事実はありません。じゃあ、社員は何かがあった時は対応したけど、3年間マネージャーはつけなかったことは認めるんですね。ブラブラブラ、当社としては望んで法的紛争を進めたいと考えてはおりません。ただ、これ以上誤解を助長する投稿、発信が繰り返された場合は、ウームゴルフ並び、当社の信用を守っていくために、毅然として対応を取る必要があると考えております。本当に法的措置取ると思う？いやー、どうだろう。法的措置取ったら、ウームゴルフってか、ウームの評判がもうさらに下がるし、時間かかるし、お金かかるし、勝つとも限らないから、ウームとしてはなるべき法的措置は取りたくないんじゃない？なるほど。ウームこのプレスリリース出さない方が良かったんじゃね？で、このプレスリリースを出すことによって、ウームがさらにクソな会社に見えてしまうっていう。中井さんが言ってもないことを言ったように見せるとか、上場してるでかい企業なのにやることちっちゃえな。どうも、未来の PDR さんです。実はこの動画撮影し終わった後に、中井さん、ウームのニュースリリースに対するアンサー動画出したんで、それをものすごく簡単にちょっとまとめます。ニュースリリースは言葉のマジックを使って印象操作をしてる。確かに。ウームがスポンサーのお金の一部をよこせと言ったのは事実と主張。代理人と同行して話し合ったので、承認もいると。ウームからの連絡は圧力にしか感じない。ウームさんがもしお話ししたいのであれば、YouTube ライブで鎌田さんもしくはウームゴルフの担当でしましょうと提案。それはお金出してでも見たいです。最初の動画では、ウームに対する不安は3割ぐらいしか言ってない。一番言いたいことを削ったと。いや、言ってよ。それも聞きたいっす。訴えられても引き下がるつもりはないと。中井さんかっこいい。すごい簡単にまとめたんで、下に動画のリンク貼っておくんで見たい人はぜひ。最終的にはどっちを信じるかだよね。皆さんはどっちを信じますか？中井プロ、それか犯罪者をかばう YouTube 事務所。最後に。まだウームゴルフの動画に出演している方たち、今、どの動画も低評価の嵐で気の毒に思いますが、YouTube Japan の悪魔に魂を売ったんだから仕方ないと思います。じゃ。事務所って平気で嘘つきますからね。PDR さん前話したと思うんですけど、カリブラの動画出した時に、ジェネシス1の人にウームが動画を消してくれって言ってる。消せば丸く収まるみたいなことを言ったんですよ。で、別の時にその話したら、いや、そんな話したっけって言って、その話がなんかなかったかのようにしようとしたんですよ。もうなんか、物的証拠がないから平気で嘘つきますから。大人は汚ねえよといえば、ペイリアルさんグッズ絶賛発売中です。パーカー、スウェット、スマホケースもありますので、興味ある人は下のリンクから飛んでってください。皆さんはこれについてどう思いますか？ぜひ意見をお聞かせください。あと、前回の動画と昨日ごようこチャンネルでも動画出したんで、ぜひぜひチェックしてください。では。